はい、始まりました。今回はまあまあ人気のシリーズバント編ということになるんですけども、バントね。バントねバントもなかなか下手すりゃソルティーなカラーですが、まあソルティーなカラーですが、うんソルティーしなければ、まあなんとかなりますんで、バントって結構ソルティーなカラーですよね。確かに。でもソルティーじゃないやつもあります。探してきました。で今回有効色最後ということで、実ははい有効色はようやく半分今折り返しました。折り返したが折り返しましたなんでバントを今日はやっていきます。これからバントの逃走者を始めようと思ってる人におすすめの逃走者4000円になります。4体選んできました。はい、バントです。まず1体目、ケツパンチ。いやケツパンチじゃないケツパンチは人気でしたがちょっとケツパンチは割愛させていただきましたまず1体目はあまたのラフィーク。はい、これはうちの動画でもやりました。はい、こいつは結構強いしエモい。こいつはエモいエモいですか、こいつはエモいよ。かなりなんですかね、なんか趣がある、伝統的な逃走者。はい、一応能力説明しますと、バント4マナの33で3尾を持ってます。で短期焼けすると11修正、なんでほぼ44ですでこれ3尾は他のクリーチャーでもいいんですよね。であなたがコントロールするいずれかのクリーチャーが単独で攻撃するたび、つまりそれが3尾されて、それがそのターン終了時まで2段攻撃を得る、という能力です。どんなカードが入るかって言いますと、カササギのドロー、例えばオークヘイムの敵対者、みたいなカードってこの色は結構あるんですね。それをいっぱい詰めますそいつにダブストを付与すると。そいつに短期掛けいってもらってダブストを付与すれば無限にドローできるっていうこいつすごいドローソースが確保できるんですよ。なんでしかも殴っていける、でそれでこいつを守りながら、こいつを短期掛けでダブスト付与させると、逃走したダメージが8点ですよね。だから一応殴り値も高いんですよ。なんであとはそれ以外は守ります。以上ですそうですね。っていう動画を上げました。詳しくはそちらを見ていただきたいんですが、もうそれだけでかなり強い構成で組める逃走者のデッキになります。なんで楽しいです。結構おすすめです。だからこいつ最初に紹介させていただきました。やってみてください。あとこいつの未来を想像しますと、こいつはカササギのドロー増えますかね。極端に強くなるかどうかはちょっとよくわからないけれども、たびたび収録はされるんで、入れ替えが起きるかもしれないですね。そうですよね。あとはその色の汎用カードも強くなるし、で例えば最近だったら先行とかいいですよね。相性がいいですよね。相性いいね。これはクリーチャーを多少展開するデッキなので、そうですよね。だから一応強くなる未来も全然あるんじゃないかということで、こいつはいいと思います。2体目いきましょうか。2体目は最近のカードです。ゴリゴリ出たばっかり。公開される頃にはもう次は出てちゃってるかもしれないありえるんだよな普通にで神経質な預言者ヘルガになりますね。ブルームバロー、こいつはねなんかすごい楽しそう、見てて簡単そうだしそうね。そうですよね。あんまり考えなくていい、もちろん考えて組めばもちろん強いだろうけれども、雑に遊んでほしいっていう能力説明しますと、バント3マナで13です。あなたがマナ総量が4以上であるクリーチャー呪文を唱えるたび1ドローして1点ライフを得て、こいつの上に11カウンターを置きます。でこいつをタップすると、こいつのパワー分のマナが、好きな色のマナが出ます。でそれはマナコストが4以上クリーチャー呪文を唱えるコストにしか使えませんよと。だからまあシンプルに4以上のカード、チューファッティ、いやいいんすよね。まあ例えばオヘルカスレムチューファッティ最強のオヘルカスレムとか、ライダー
だってヘルが出します、はい、次のターンランドセットしてキャストできるわけですから。できるわけですよ。これタップしてね、5マナだったらちょうどいきますよね。マナクリ、こいつ出します、その強いターンランドセット、で5マナで普通に出してワンドローを、強いよね。強いよねってことですよ、要はね。まあなんならその後、それでもうエクスカリバー出しちゃってこいつに装備すればこいつにそうです。そしたら10マナ出ますから確かにドライ唱えちゃって確かにっていう動きはできますから楽しいですね。まあ一応上で考えると侵入警報と祖先の像みたいなのでフィッシュできる手段っていうのはあるかもしれないんですが、それだと無限マナ、無限キャスト、無限ドローってことですよね。そうだね。そうですよね。でまあそんな感じで勝っていくんですが、まあこいつの未来はチューファッティどんどん強化されるし、エルドラージとかファッティもどんどん強化されちゃうということで、すぐ組めちゃうんで発表する必要もないぐらいそうですね。簡単ですよね。こいつは簡単です。こいつ簡単すぎてちょっと動画にならないんですよね。でも俺やってみたいと思ってるんですよね。楽しそうじゃないですか。楽しそうですよ。はい、だってほとんどフリースロットだからあと自由にみたいな動画終わっちゃうんで紹介はしないかもしれないんですが、おすすめになりますんで、やってみてください。で次行きましょうか。次はですね、なんとドクター、ドクター風から。どのドクターですか？何代目かというと2代目ですね。なるほど。2代目ドクターは、待ってください。2代目ドクターと先にそれ言います？2代目ドクターとサバティームの戦士リーラという人になります。なるほど。はい、人ですね。本当に人です一応まず能力それぞれ説明するんですが、2代目ドクターはアドリウス4マナのドクターですね。で全てのプレイヤーの手札上限まずなくなります。なぜか全てだ。なぜか全てです。あなたの終了ステップの開始時に各プレイヤーはそれぞれカード1枚引いてもよい。全員です。全員プレイヤー引いてもよくて、次の自分のターンまでそれを行った各対戦相手はあなたやあなたがコントロールしているパーマネントを攻撃できない。引いた人はこっち殴ってこれませんよ。ということになります。で相棒は緑4マナで、対戦相手が自分の各ドローステップ内で最初に引くカード以外のカード1枚引くたび違うカードをね、引いたらその時点でこいつに11カウンターが乗ると、いうことで、ということはこのタイムロードの方でカードを引くと3個か最大で乗れますよね。で殴り闘争者になりますねそうですね。はい、リーラでぶん殴ってリーラでぶん殴ってく、でこっちには殴ってこないでくれとという組み合わせですね。組み合わせなんですね。なるほど。結構みんなでドローするって、これなんていうんですかね、カジュアルだとまずみんなドローっていうのは強いじゃないですか、そもそも。でさらにこっちだけ殴ってこないでくれっていうのも結構強いんですよ。結構強いですよね。結構強い。でこれ何がいいかって、こっち殴ってこれなくなるんだけれども、得してる気持ちになるっていうそうですよね。なりますよね。なるんですよ。だ結果的には、そもそも殴りに行けないからヘイトも減ったくでもないんだけど、なぜかとてもヘイトは低いという。そうですよね。しかもなんだろうな、引くんすよ大体相手。引くよ。だって引かないと引いてるレースに置いてかれちゃうんで。そうだよね。そうなのよ。そうなのよ。だってみんな引かないっていう選択肢を取ったら、こっち側だけ引けるっていう風になっちゃうから、そういうわけにいかないんで、で1人引いたらそのレースに置いてかれるから全員引くんですよ。そうですね。結果全員引くんですよ。だから結果殴ってこれないですよ。いいっすね。結局最終的には誰かと1対1を消耗しなきゃいけないことにはなるでしょうけど、勝利手段が結局リーラの相当したダメージを狙うになるでしょうから、例えば入るカードで言いますと思考会議とか、これがいいですよね。いいですね。思考会議ドローの方は、2ドロー目は、これ2ドロー目関係ないね。関係ないですかね。自分の終了ステップのワンドローになるから、自分は2ドロー目それで入るけれども、対戦相手はワンドローじゃないですか。なるほどなるほど。
なんで関係ないけど、まあ結局でも手札は供給する形になるから、2つ目の呪文はいっぱい唱えるってことですよね。そうですね。だからトークンが並んでくから思考会議とか相性がいいですよね。あと1個ちょっと面白カードをちょっとご紹介したいんですけども、鉄の処女っていうカードがありまして、3マナの無色のアーティファクトで各対戦相手のアップキープの開始時にそのプレイヤーに X 点のダメージを与える。 X はそのプレイヤーの手札にある枚数の数引く4、ということで手札いっぱい引いてると、ダメージ食らっちゃうっていうカードがあると、これ系を調べれば、何枚かあるんですよね。なのでそんなのも入れたらどうかということになります。で最終的には守って、殴って、勝つんですかね。まあ大体バンとそうっすけどね。この感じだと例えば手札分修正みたいなクリーチャーを並べる可能性もありますかね。まあ一応ありますよ。でこいつの未来を想像したいんですが、まあこれ特定の何かというよりは、まあ、バントの戦術全体の話になるんで、結局バント系の、守るカードとか、あと思考会議みたいな、みんなが引いて得するカードって、バント系だったら強化されていく未来って結構ありそうですよね。あるね。白も緑もあるからね。そうですよね。みんなが引いてなんか得するカードが増えていけば、こいつの未来は結構明るいんじゃないかということで、そんな感じになります。で最後の逃走者に行きたいと思うんですが、最後は日照のトゥバーサになります。また渋いとこ来たね。最近僕の流行りでして、渋いやつがいいんじゃねえかっていう渋いやつの時代がいろいろ来てるっていう渋いやつはね時代が追いついてきてるんで狙い目かもしれねえっていうなるほどなるほどことで結構おすすめになりますよね。でこいつはね能力説明します。3マナのクリーチャー11でして、あなたがコントロールしているエンチャント1つにつき11修正を受ける。あなたが各ターンのあなたの1つ目のエンチャント呪文を唱えるたびカード1枚引く。ちょっとエンチャントレスそうねちょっとエンチャントレスがついてて、普通に1修正受けるんで、もちろんこいつにオーラを貼ってもいいですし、強化されてって殴りジェネラルとして面白いということになりますかね。まあそうなりますね。なんとこれがオーラじゃなくて、普通のエンチャントでも修正されてドローができるということで、かなり面白いですよね。例えばハンモンとか貼って、ハンモン貼ったらワンドロして11修正になるっていうで1万増えるっていうすごいですよね。そうですね。例えばあと好奇心系の、圧倒的洞察っていうカード強いですよね。サイズ上がるだろうからねこいつに関してはサイズ上がった上にハンコンもついちゃってみたいなあとはエンチャントクリーチャー、ある程度、で出して、エンチャントの上に守れるという、守るのは重要になってきますよね。こいつで殴っていくことになるからね。そうですよね。であとは属霊鎧とかつけると強いですよね。守れますんで、そんなんでどんどん強くして引いてって打ち消し構えたり守るカード構えたりして殴り通せば、トランプル増やしないとダメですかねトランプルマスト必要かなトランプルかプロテクションクリーチャーとかなるほど通す手段は必要ですね。なるほどね。で普通に殴って勝ってくだろうということで、こいつは強化される未来はどうでしょうか。いっぱいあるね。こいつはもちろんオーラ、強化著しいと思うんで、オーラはもちろんそうなんだけど、こいつに関してはテーマはエンチャントなんで何でもいいと。何でもいいんですよエンチャント強いエンチャント来たら、もうそれ即入れて何でも強化されると。そうですねだからもうエンチャントが来るたびに強化されるから、エンチャント好きな方視聴者確かいましたよ見てらっしゃる方でおすすめですね。エンチャント好きな人はこれやった方がいいですよねかなり面白いですよね。そんな感じになりますかね。そんな感じで4体ご紹介させていただいたんですけども、いかがだったですかこの回。グダグダだったちょっとグダグダだったねでもバントね楽しそうですよね。
バントヘイトカラーなんですけども、ヘイトカラーなんだけれどもドロー能力は高い色だし、そうですね、防御的なカードには全くこと書かないと確かにそうですねいうことなんで、なんで統率者で殴るっていう戦術になりやすいという、ところは特徴ですかね。あと横展開もしやすい色ではありますよね。もちろんですね。はい。でそんな感じでバントを紹介してきましたんで、他にもバントのおすすめの統率者いましたら、ケツパンチとかケツパンチとかいいですよ、ケツパンチとか紹介してくれたらコメントしてくれたらありがたいのでコメントしてくれるとありがたいです。はい。あと高評価もお願いします。お願いします。チャンネル登録もお願いします。今回の動画は以上になります。おしまい。